皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。日本文化の奥深さについて語る。最近、日本の伝統文化に強い関心を持つようになったんだけど、どこから学び始めるのがいいのかわからなくて、ちょっと悩んでるんだ。何かおすすめの方法はあるかな？それは素晴らしいね。日本には実に多様な伝統文化があるから、どれを学ぶかによってアプローチも変わってくるよ。例えば、茶道、華道、書道のような芸道、あるいは能や歌舞伎のような伝統芸能、さらには和食や着物文化も含めれば、本当に多岐にわたるよね。どの分野に興味があるの？いろいろあって迷うけど、特に茶道に惹かれてるんだ。静寂の中でお茶をつてる所作や、客人をもてなす精神に美しさを感じるし、日本特有の奥ゆかしさが詰まっている気がする。確かに、茶道は日本文化の革新を象徴するものの一つだね。単なるお茶の作法にとどまらず、礼儀、所作、美意識、さらには禅の思想までも取り入れた奥深い文化だから、学びがいがあると思うよ。最初はどうやって始めようと考えてるの？それがまだわからなくて。やっぱり正式な茶道教室に通うのがいいのかな？そうだね。それが一番確実な方法だと思う。まずは近くの茶道教室を探してみるといいよ。初心者向けのクラスなら基礎的な作法から丁寧に学べるし、先生の指導のもとで実際に体験できるのが大きなメリットだね。それに、教室によって流派が異なるから、事前に表千家や裏千家などの特徴を調べておくといいかもしれない。なるほど。流派によって何か大きな違いがあるの？そうだね。例えば、表千家は比較的質素で厳格な作法を重視する一方、裏千家はやや柔軟で実践的なスタイルを採用していると言われているよ。ただ、初心者のうちはそこまで気にしなくてもいいかもしれない。どの流派であれ、茶道の基本精神や礼儀作法は共通しているからね。そうなんだ。じゃあ、まずは体験できる教室を探してみて、実際に雰囲気を感じてみることから始めようかな。それがいいね。あと、茶会に参加してみるのもおすすめだよ。実際の茶室の空気感を肌で感じることで、茶道の世界観をより深く理解できると思うよ。最初は見学するだけでもいいし、気軽に行ってみるといいかもね。そういうイベントもあるんだね。それなら気軽に参加できそうだし、実際に体験することで、より興味が深まりそうだな。それに茶道を学ぶことで、日本人の精神文化や価値観にも触れることができるから、ただの趣味にとどまらず、人生の見方が変わるかもしれないよ。なんだか、ますます興味が湧いてきたよ。早速、いろいろ調べてみることにするよ。
きっと素晴らしい経験になるはずだよ。楽しんで学んでね。健康を維持するためにできること。最近どうも体調が優れなくてね。疲れやすいし、朝起きてもすっきりしないんだ。こういう時、何か健康のために始めた方がいいことってあるかな？それは心配だね。やっぱり健康は何よりも大事だから、何か対策を考えた方がいいよね。まずは食生活を見直してみるのはどうかな？毎日の食事は体調に直結するから、少し意識するだけでも違いが出てくると思うよ。食生活か。確かに最近は外食ばかりで、あまり栄養のバランスを考えていなかったかもしれない。具体的にはどんなことに気をつけるべき？まずは野菜を意識して多めに摂ることが重要だね。特に緑黄色野菜はビタミンやミネラルが豊富だから、積極的に取り入れるといいよ。それから脂っこい食事や加工食品を控えて、できるだけ自然の食材を使った料理を食べるようにすると、体への負担が減ると思う。なるほどね。でも、忙しくて自炊する時間がなかなか取れないんだよな。外食でも気をつけられることってある？もちろんあるよ。例えば、定食を選ぶときは、揚げ物よりも焼き魚や煮物がついているものを選んだり、白米を玄米に変更できるお店を探したりするといいね。あと、スープや味噌汁をつけると、食事のバランスが整いやすくなるよ。そういうちょっとした工夫ならできそうだね。食事以外では何か健康のために意識すべきことはあるかな？生活習慣も大事だよ。例えば、睡眠の質を上げることが体調改善にはすごく効果的。毎晩同じ時間に寝て、十分な睡眠時間を確保することが理想だね。特に寝る直前にスマホをいじるのを控えると、睡眠の質がかなり変わるよ。確かに、ベッドに入ってからついスマホを触っちゃうんだよね。気がついたら1時間くらい経ってることもあるし、それが原因で寝不足になってるのかも。それなら、寝る1時間前にはスマホを触らないようにして、リラックスできる習慣を作るのがいいかもしれないね。本を読んだり、軽いストレッチをしたりするだけでも、体が自然に眠る準備をするようになるよ。なるほど、ちょっと試してみようかな。そういえば、運動も健康にいいってよく聞くけど、やっぱり何かした方がいい？適度な運動はすごく大事だよ。でも、いきなりハードなトレーニングをする必要はないし、まずは日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めるといいね。例えば、エレベーターを使わずに階段を利用したり、一駅分歩いてみたりするだけでも、運動不足の解消になるよ。それなら無理なくできそうだね。最近はずっと座りっぱなしの生活だったから、
少しでも体を動かすように意識してみるよ。その調子で少しずつ生活を改善していけば、体調も良くなってくるはずだよ。一気に全部変えようとすると負担になって続かないから。無理せずできることから始めるのがポイントだね。ありがとう。すごく参考になったよ。食生活の改善、睡眠の質の向上。適度な運動、少しずつ取り入れて、健康的な生活を目指してみる。それが一番だよ。無理せず、楽しく健康管理を続けていこうね。心に響く映画について語る。最近何か面白い映画を見た？最近は忙しくてなかなか映画を見る時間がなかったんだけど、久しぶりに何か良い作品を楽しみたいと思ってるんだ。そうだね。最近、君の名はを見たんだけど、本当に素晴らしい映画だったよ。感動的なストーリーと美しい映像が魅力的で、最後まで引き込まれたんだ。それは有名な映画だよね。名前は聞いたことがあるけど、まだ見たことがないんだ。どんな話なの？簡単に説明すると、東京に住む高校生の男の子と田舎町に住む女の子が、ある日突然お互いの体が入れ替わるようになるんだよ。最初は戸惑いながらも、二人は少しずつお互いの生活に順応していく。でも、ある日を境に突然入れ替わりがなくなってしまって。へえ、それは面白そうだね。体が入れ替わるっていう設定はよくあるけど、この映画は何が特別なの？それが単なる入れ替わりの話じゃないんだよ。物語が進むにつれて、時間の流れが重要な要素になってくるんだ。二人が出会いようとするたびに、予想もしなかった事実が明らかになっていって、最後には驚きと感動が待ってるんだよ。なるほどね。そういう時間の仕掛けがあると、単純なラブストーリーじゃなくて、より深みが出そうだね。そうなんだ。それに、映像の美しさもこの映画の大きな魅力の一つだよ。特に風景の描写が細かくて、まるで本当にそこにいるかのような感覚になるんだ。東京の都会の景色と田舎の自然のコントラストもすごく印象的だったな。へえ、そんなに映像が綺麗なんだね。それなら大きなスクリーンで見た方が楽しめそうだな。できれば映画館で見るのが一番いいけど、今は配信でも見られるから、ぜひ大きめの画面で楽しんでほしいな。それに音楽も素晴らしいよ。ラッドウィンプスが手掛けた主題歌が映画の雰囲気にぴったりで、音楽が流れるだけでシーンがよみがえってくるんだ。そこまで言われると、ますます見たくなってきたよ。音楽と映像、そしてストーリーが合わさると、より一層感動しそうだね。そうだね。見終わった後、しばらく余韻が残るような映画だったよ。ラストシーンも印象的で、
やっぱり運命ってあるのかなって考えさせられたし、もう一度最初から見直したくなる作品だったな。そんなに余韻が残る映画なんだね。それなら週末にでもゆっくり見てみようかな。ぜひ見てみて。きっと気に入ると思うよ。見たら感想を聞かせてね。ありがとう。楽しみにしてるよ。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。